で、バイノーラル、のその音楽制作に対してバイノーラルって、まずバイノーラル録音っていうのと、バイノーラルプロセッシングっていうのが、あるわけですね。で、バイノーラル録音っていうのは、の方が、馴染みが、昔からあると思いますので、こういった、様々なバイノーラル録音のできるマイクというのを、使って、え空間をキャプチャーしていく、録音していくっていうものです。で、これ、幻想っていうのがあるんですけど、聞いたままの音が録音できると思いがちっていうのがありまして、これを立てておけば、自分たちが普段聞いている音がそのまま録音できると、なぜか思ってしまう。でもそういうわけはないですよと。それを話をちょっとしたいんですけど、で、バイノーラル録音なんで、ここにあるように真ん中にダミーヘッドのマイクもしくは聞くリスニングであれば自分がいて、録音の場合はこの周りに、空間があって、その空間の音を取るわけです。で、その空間は、ここの立東ベースだったら今こう空調の音が鳴ってたりですとか、空気感みたいのが、そういったいろんなさまざまなノイズの音があったり、カメラのノイズの音があったりとかするわけですね。で、それが全部取れるわけです。で、楽器を取ろうと思った場合、それは、その空間の中に楽器は埋もれてる状態ですよね。で、全方位、音が収録され、ヘッドホンの中でそれが再生されるわけなんですよね。なので、楽器はその空間の中に埋もれてます。でも、僕らがそれを聞く時っていうのは、意識的にそこを楽器に注目することができる。他の音を消すというか、聞こえづらくすることができるわけですよね。だからこの、絵のイメージのように、後ろの音っていうのを気にしないように楽器に集中して聞くことができるわけです。でも録音源っていうのは、届いた音は全て収めてしまう。これはもう当たり前の話だと思うんですけど、意外と録音してみたら、空調のノイズがうるさい、それ聞いてみるとうるさいよねとか、そういうのあると思うんですけど、あの、それは実際人間が聞いてる時っていうのはマスクしてしまってるわけですよね。あまり気にしないようにできているっていう。そういうのが録音物っていうのはできないわけですから、それは多分皆さん普通のマイクを使っている時だったら当たり前のことだと思うんですけど、バイノーラルダミーヘッドのマイクも普通のマイクなので、同じことが起きます。通常の楽器の録音する時っていうのは必ず楽器に対して近いマイクで楽器の音そのものを、取って、でかつそれだけだと響きがなかったりとかするので、綺麗な音にするためにちょっと離したところにもマイクを置いて、それをどのぐらいこう混ぜるかっていうミックスをして、一つの楽器の音をミックスして作っていくわけなんですよね。で、バイノーラル録音の場合は、もう耳のところにマイクが仕込まれているわけですから、近くにマイクを置くこともできないですし、もうそのエアーの部分、アンビエントの部分しか録音することはできない。そうすると当然その楽器そのものの音色、いい音っていうところをこう抑えることができないので、絶対的に良い音っていうのはその一つのマイクなので期待できないわけです。で、バイノーラルマイクにもいろいろあります。で、ダミーヘッドと呼ばれているマイク、それからこの横にハッツってあるんですけど、ダミーヘッドっていうのは実際には頭だけ。
頭部だけですね。頭部だけのマイクロフォン。で、ハッツっていうのはヘッドトルソーって言って胴体もついているダミーヘッドのマイク。あとはその耳の中に入れるイヤホン型のタイプ。それから最近ありますけど、耳の形状だけがあって顔がないっていうタイプのダミーヘッドのマイクっていうのがあります。ハッツとかその肩があるタイプの肩とか胴体があるタイプの、マイクロフォンダミーヘッドマイクロフォンっていうのは測定用だったりその研究開発のいろいろな研究するところで使われている高級な測定用のマイクが耳のところに入ってたりとかしてとても高価なマイクロフォンが多いと思うんですよね。で、今日僕が持ってきているのは顔とそれから、胴体っていうわけじゃないんですが一応その肩の反射のところまでは考えて作られているものです。で顔の形が非常に滑らかだと思うんですけどでこれいろいろダミーヘッドの形を見ると、角張ってるものもあれば、のっぺらぼうのものもあると思うんですよね。で、これは作ってるダミーヘッドとかを設計されている方の話で、やはりその顔のところに角張ったところがあるとその解説音が、回り込む時に、やはりそこに歪みが生まれたりとかするので滑らかな方が本来はいいでしょうと。でこれは割と滑らかなタイプですね。で多分、皆さん一番よく知っているノイマンの、K100 っていう、ダミーヘッドマイクあれはもう頭だけのマイクロフォンになってますよね。でそれは胴体がない。当然音っていうのはこう肩に反射して耳に届いたりもするわけですからなるべく人に近いデータを得ようと思ったら胴体はあった方がいいんですけど例えば録音っていう音楽であったりその環境音とかの録音をしようと思った場合はなるべく邪魔なものがない方がいいっていうのが多分あると思うのでそういった意味でK100 とかねダミーヘッドは肩がないタイプ録音向きの、ダミーヘッドだと思うんですよね。で K100 とかだと角張っていて平面だと思うんですけど平面な部分が多い方が耳までのその伝達っていうのが割とスムーズにいくと思うんですよ。なのでその音をより多くというかきちっと拾うことができそうだなっていうのが印象的に思います。でその下にある 3DIO とか 3DO っていうマイクロフォンでもう耳しかないんですけどとりあえずバイノーラルってその耳があればバイノーラルのその特性っていうのが得られるそうでこれだけでも一応成立はするというものなので耳だけじゃなくて円盤みたいのがついてるっていうのは多分その音の、反射というか回り込みを、ある程度は拾おうと左右からのものは拾おうとしているっていう耳までの導きだと思うんですけど耳だけのタイプっていうのは顔がないわけなので厳密にはバイノーラルの音にはあまりならない僕の中のカテゴリーはそうなってます。顔がないとですね一番はっきりするのは前後の音の立体感が出ないんですよね。よく言えばそのワイドステレオというバイノーラルというよりはワイドステレオ的な音になるっていう。であとは真ん中にあるのが耳に入れるタイプ。耳に入れるタイプっていうのは割と僕は個人的に好きで、結構そのなんだろういい音で取れるというかなんかこう納得できるような音で取れたりすることがあるんですよね。これ全然何の、理由というかそういうの全くわからないです。もちろんその自分の耳に入れるので自分のその HRTF 頭部伝達関数だったりするわけですけどでもそれの音を他人に聞かせてもこれなかなかいいねとかっていう音があったりするのでその辺はちょっと不思議なんですけど僕は結構耳に入れるタイプは好きです。だから今日持ってきてるような
発のダミーヘッドのマイクを使うか、もしくは耳に入れるタイプを使うかみたいなことを結構選択してます。